今日は、グラスホッパーを持ってきて外で走らせようと思います。で、今日は外といっても、もう近々ですね、岡山であるゆるラジ壮行会っていう、自分の大好きなイベントがあるんですけど、そこの路面がかなり乾いた、結構ダート路面なんですよね。なんで、そこのダート路面でこのグラスホッパーを走らすために、ちょっとタイヤをいろいろ検証しようかなと思います。で、ゆるラジ壮行会等の様子はまた別の動画にしてますんで、よければそちらもご覧ください。結構ツルツル、結構滑るような肉では厳しい、路面だったりします。なんで今回はこのグラスホッパー、ちょっと足回りはいろいろ変えてるんですけど、リアはこれフリクションダンパー、前はオイルダンパーのモノショック式ですね。ホットショットなんかで使われてる1本のダンパーで、組み立ててます。この変わったグラスホッパーなんですけど、これも、他の動画に、アップしてますんで、気になる方はそちらの方をご覧ください。で、タイヤの方はまず今ついてるものがフロントが肉でリアがスパイクタイヤで、走らせるタイヤなんですけど、まずデュアルブロックタイヤの K を、フロントとリアともに用意してます。で、あとはスパイクタイヤのリアとフロントですね。で、フロントだけ肉のもの。こういったタイヤを組み合わせてちょっと使って走らせてみようと思います。ちなみにモーターは380モーターです。それではちょっと走らせてみようと思います。向こうの草が生えてるとこは多少グリップするんですけど、砂のとこダメですね。ここら辺は全然グリップそうでもないか。問題ここ。これ以上スピードを出すとスピンする。はい、一番危険な組み合わせです。ちょっと走ってみます。怖い。フロント肉よりいい感じがする。滑るけど。滑るし巻くけど、なんとなく。前をスパイクタイヤにして後ろをデュアルブロックの K に変えてみました。あんまりこの組み合わせはしないだろうと思うんですけど、前だけスパイクは良くないですね。これなら前もデュアルブロックがマシかな。巻く。この組み合わせは
フロント肉に比べる同じぐらいかな。フロント肉のデュアルブロックがリアの組み合わせと同じぐらいの操作のしにくさですね。フロントで立ちすぎてる気がする。スピード出せない。大本命の全部スパイクですね。4輪ともスパイクタイヤに変えてみました。じゃあこれを走らせてみます。めっちゃ走らせやすい。全然違う。油断したら負けな。フロントリアともにスパイクタイヤの次にちょっと期待できそうな組み合わせになります。フロントだけデュアルブロックの K をちょっと取り付けてみました。ちょっと走らせてみます。この組み合わせいいんじゃない？はい、今日はグラスホッパーで、土の路面でそれぞれいろんなタイヤの組み合わせをして走らせてみました。一番最初走らせる前は、スパイクタイヤ、フロントリアともに、つけるのが一番安定するかなと思ってたんですけど、今回は、あくまでも自分の中の使い勝手という意味なんですけれど、リアがこの通りスパイクタイヤで、フロントタイヤはデュアルブロックの K ですね。この組み合わせが一番走行しやすかったです。実際に8の字走行でも両方スパイクでも問題はなかったんですけど、両方スパイクに比べると、コーナーで巻きにくい、挙動の方が少し安定したような感じがしたので、今回はこの組み合わせがベストだったんじゃないかなと思います。なので、今回はこの組み合わせを持って、走行会の方にも楽しんでいければなと思います。ただ今回は380モーターだったので、また今後は540モーターだったり、380のスポーツチューンモーターだったり、いろいろな組み合わせで試していけたらなと思います。それでは本日の動画は以上となります。また今後もこういったラジコンの動画や、いろいろなこと、興味の持ったことなどはどんどん動画にしていこうと思いますので、よければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。